スからグーテンターク、おまーちゃんキッチンへようこそ。ひな祭りが近づいてきていますので、今日は寿司飯でケーキ型を使ってちらし寿司を作ってみたいと思います。皆さんは3月3日のひな祭りどのようにお過ごしでしょうか。疫病で世の中が暗くなっている時に気分が少しでも明るくなるようにと、見ても美しく食べても美味しいちらしを作ってみたいと思います。楽しいひな祭りを祝うヒントになれば嬉しいです。ちらし寿司の材料ですけれども、ちらしは何を混ぜても OK というところが優れものです。私もドイツで簡単に手に入るもので作っています。それでは今日の材料をご覧くださいね。まず寿司飯なんですけれども、お米を2カップ使います。そして合わせずに酢を4分の1、砂糖大さじ2、塩小さじ2。今日は魚を使うのでこの割合で合わせ酢を作ります。混ぜる具なんですけども、これゆでだこです。でこちらはマスの燻製。このゆでだこは生のたこを買ってきて茹でました。茹で方は以前に動画に撮ってありますので、よろしければそちらをご覧くださいね。リンクを下に貼ります。これはマスの燻製です。でこの2つはもう寿司酢を少しかけてあります。先ほど寿司酢をお見せするの忘れてしまったんですけど、これです。これたくさん作っておくと作り置きができるので、いろんなことに使えるので便利です。こちらはきゅうりの千切りです。そしてさやえんどうを茹でたものですね。そしてブロッコリーも茹でました。ピンクの花大根、作り方の動画も以前に公開してありますので、リンクを下に貼りますので、よろしければご覧ください。これは白を使いたかったので白のままです。きゅうりの千切りです。種は水を含んでいますので、びちゃびちゃにならないようにするために種はスプーンで取りますね。そして皮に近い方だけ千切りにしました。さやえんどう、これは茹でます。イタリアンパセリですね。飾りに使おうと思います。これはシュニッツラーって言って西洋朝月です。赤いのも入れると飾りにあると綺麗だなと思って、もしかしたらこのミニトマトも使います。人参を千切りにして塩を少しだけ振って水気を取ったものです。まずご飯を炊くんですけれども、お米の研ぎ方や炊き方はここでは動画が長くなりますので省きます。もう動画を公開してありますので、よろしければそちらをご覧くださいね。下の説明欄にリンクを貼っておきます。寿司飯を作る時にはね、寿司酢と混ぜますので、いつもより固めに炊きます。電気炊飯器の場合には寿司飯用の目盛りがついていますので、必ずそれに合わせて炊きます。そして炊けたら寿司酢を混ぜるんですけれども、少しずつ混ぜます。寿司酢は保存できますのでね、そしていろんなことに使えるので、多めに作っておいて保存しておくといいと思います。魚とね野菜を和えたりする時にこの合わせ酢はすごく便利です。お魚に合いますね。私は今回ゆでだことマスの燻製を使うんですけれども、こちらですね、合わせ酢を振りかけておきました。こういう風に言って押さえつけないで切るようにして寿司酢と合わせます。寿司酢なんですけれども、分量の酢と砂糖と塩を混ぜるだけです。私は混ざりやすいように小鍋に入れて少しだけ火を通します。そうすると砂糖や塩が溶けやすいですね。でも沸騰させてしまうと酢の香りが飛んでしまいますので、温めるだけにしています。美味しそうに光ってます。でこの米粒が潰れないように混ぜるのがコツです。でこのようにして冷まします。先ほどご説明する時に忘れてしまったんですけれども、炒り卵を今日は作ります。普通ね錦糸卵を使うんですけれども、私は今日はあえて炒り卵にして菜の花に見えるように飾り付けたいと思うんですね。ですから卵2個をよく攪拌します。でフライパンを熱くして、そして油をちょっとだけ敷きます。固まる前に混ぜます。お箸でも何でもいいです。鍋に傷がつかないようなものでこういうふうにかき混ぜていきます。そうするとだんだん丸まってきます。で丸まってきたら火を止めないんです。インドクチオンではないのですぐ冷めないので火を消してしまいますけれども、
この弱火でするといいですね。私は普通の電気のコンロなのですぐ消してしまいました。そして余熱でこれを作ります。あまり水分がない方がいいのでボロボロにします。そぼろみたいにするといいと思います。粉々にすると菜の花に見えないかもしれないので、少し塊が残る程度にします。はい、こんなもんでいいと思います。でこれを冷まします。それから先ほど説明がちょっと不十分だったんですけれども、このきゅうりですね、これは板ずりをしてそして切りました。板ずりっていうのはまな板の上に塩をのせて、その上でゴリ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 ってこういう風に皮ごとこするんです。トゲトゲやなんかこう苦味とかを取ってからお水で洗って、そしてキッチンペーパーで拭いて、それで切りました。さやえんどうなんですけれども、これはお湯の中にお塩をちょっと入れて、それでちょっとだけ茹でました。食感が残るようにささっと沸騰した湯の中にさっと入れてさっと出すぐらい、ざるに取って沸かした湯は捨ててしまってざるに取ってそのまま冷ましたものです。これはイタリアンパセリですね。これは重曹で洗いました。もう重曹で洗ってます。生で食べるもんですからね、念入りに洗うために重曹を入れました。重曹ってねドイツではナトロンを使います。でこちらはちょっと先ほど説明したんですけど、人参の皮を剥いて千切りにして、すごく薄いできるだけ細い千切りにして、それに塩をちょっとだけ混ぜて放置しておくとお水が出ますね。でそのお水をキッチンペーパーで拭き取りました。でこちらなんですけれども、これは桜の塩漬けを水に入れて戻したものですね。これはまだいくら水に戻してもしょっぱいと思うのであまり使わないんですけれども、これがあると春らしくていいと思います。いり卵ですね。これあえて調味料は使いませんでした。こちらのブロッコリーも歯触りが残るぐらいに茹でました。そして今日は小さいものを使います。これは大根を皮を剥いて型を抜いたものです。大根ですけどね、これ前の動画、いつか動画でねご説明したんですけど、大根ってね辛いところと辛くないところがあるんですね。で葉っぱがついてる方が一番辛くないので、そちらの方を使います。でこちらの花大根なんですけれども、これはやっぱり同じようにこちらと同じように大根の葉のついた方の部分ですね、辛くないところを型を抜いてゆかりにつけたものです。でゆかりと酢とか砂糖とか塩とかにつけたものなんですけども、花大根は以前やはりビデオに撮りまして公開したことがあるんですね。でそのリンクをやはり下に貼りますので、よろしければ作ってみてください。リンクで可愛いし、こちらの本当の桜の花を使ってもいいですし、これですね、これ先ほどお見せしたでもいいですし、こういうのを作って入れても可愛いと思います。でこれに菜の花があると、ほらこんな感じで本当に菜の花みたいでしょゆでだことマスの燻製ですね。それは先ほど余った合わせ酢をちょっとだけかけてあります。そうすると臭みなんかないんだけれどもさっぱりします。そして今日はケーキ型に作ろうと思うんですね。そしてこのような真ん中に穴が開いてる形で作ってみたいと思うんですけども、いつもはねここが塞がってる普通のケーキ型で作るんですけども、そっちの方が簡単かもしれないけど、それに今日はちょっと変えてここに穴が開いたもので作ってみようと思うんです。この透明の紙を敷きます。そうするとね後でねここに剥がしやすいです。これ敷かなくてもいいんですけどね、これ敷くことによってご飯と剥がれやすいので、私はいつも敷いてます。でこの敷く時にもねここに穴が開いてるとちょっと敷きにくいんですよね。ここに穴開けなきゃいけないから。だから穴が開いてないケーキ型で作るのが一番簡単だと思う。でもいいです。タッパーでも何でもいいし、押し寿司みたいに作ります。寿司飯ですね。これを入れていきます。まずね薄く敷きます。適当に少しだけ敷いて、魚ですね、これを入れます。タコも入れます。
でまたこの上に寿司飯をかぶせます。ちょっとこのラップが小さすぎたかもしれない。ちょっと大きなの使うとよかったですね。少しこんな風に押して少しだけ固めました。あまりギュウギュウしない方がいいと思います。そしてこれをお皿に入れます。これでうまくいくといいですけれども、はい、ひっくり返しました。そして開けます。これを取ってでラップを外します。はい、ラップもきれいに取れました。とりあえずこれで飾り付けをしていきます。適当に乗せてもいいですし、ここに落としてもいいですし、お皿に乗せていきます。こんな感じでまずお魚を私の場合は乗せます。そしてきゅうりもこんな感じにバラバラバラと乗せます。このさやえんどうはちょっと今日のは大きいのですごく大きかったんですね。だからちょっと上に乗らないかもしれないんだけど、一応こんな風に乗せて、大きなお皿を使ったらお皿の上に乗せても綺麗ですね。こんな風に。そして人参もところどころこのように飾ります。あまり多くない方がいいかもしれない。この桜ですね。桜の塩抜きした桜の花をところどころ置いて、これはねしょっぱいのであまりたくさん入れない方がいいと思います。飾りにして緑が多いんですけれどもね、ブロッコリーもところどころに置くと可愛いです。で桜の花、白いのも置いてみましょう。そしていり卵ですね。これもバラバラってかけます。そしてイタリアンパセリも少しだけのせて、最後に浅漬きですね。これをこんな風にかけます。でちょっとトマトもアクセントに置いてみます。これはねトマトはなくてもいいと思いますけれども、これも重曹水で洗いました。こんな感じでいかがでしょう。浅漬きの代わりに海苔を本当にすごく細く切ってのせても綺麗ですね。今日私海苔を使わないので黒のお皿にしたんですけれども、海苔を切る場合にはお皿は白の方がいいと思います。いかがでしょうか。上から見るとこんな感じに出来上がりました。本当に簡単にできますので、皆さんぜひお作りになってください。包丁で切ってそして冷麺皿に移して食べます。それでは皆さん素敵なひな祭りをお過ごしくださいね。どうぞお元気でお過ごしください。ではまた。チュース。